はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、効果的な英語の学習法というテーマでですね、やっていきたいと思います。僕はですね、2004年にアメリカに来てから約20年ぐらい生活してて、現状、別に特にペラペラっていうわけでは全然ないんですけども、その日常の生活では全然不自由ない感じで生活ができてるし、企業ですね、会社の起業も10年前にして、でそういった手続きも全部英語だし、その電話での英語対応だったりとか、お客さんも現地の方結構いらっしゃるので、別に普通にやり取りができてるっていうような状態になってますよということなんですよね。どうやって勉強したかってことなんですけど、もともとできたんじゃないのっていうのはあると思うんですけど、僕全然英語なんかできなかったんですね、アメリカに来る前は。大学なんかは理系だったし、高校もですね、その理系を取るとですね、英語の授業が全然少なくなるので、言ってみればその高校受験で勉強した程度で、その全然得意だったかって言ったらもう全然どっちかって言ったら苦手で、それで理系の方を選んだみたいなところもあるので、苦手な科目でしたと。はい。で、2004年にその駐在員ということでアメリカに来て、で実際そのね中学英語で思い出しながらやってみたんですけども、全然覚えてなくって、こりゃダメだ、全く仕事になんねえと思って、やべえと思って勉強を始めたっていうような感じなんですね。でどうやって勉強したかというところを今日ですね、その皆さんと共有していきたいと思っています。でよくその単語を覚えろって言うじゃないですか。もちろんね、それ間違ってなくて全然合ってるんですけども、その単語だけ覚えてもやっぱり伝わらないんですよね。その使い道がないっていうか、どうやって使ったらいいか分かんないとね、覚えたところって仕方がないじゃないですか。なので僕の場合はですね、とにかく英語のフレーズをですね増やそうと、持ちフレーズを増やそうっていうのをとにかく考えたんですね。フレーズっていうのは例えばI like a pen とかですね、そのねペンが好きですとかで、そうするとですね、そのフレーズをとにかく覚えていけば、そのペンっていうとこだけを変えていけばとりあえずは伝わると、文章になると。ただその I like a pen って言い方を分かんないと、そのペンって言ったところで伝わんないですもんね。なのでとにかくそのフレーズ、型ですね、型、これをとにかく覚えるということをやりました。で長いのを覚えるっていうのは大変なので、とにかくその最初の3文字ぐらいですね、ここを覚えればなんとかなります英語って日本語と違って主語動詞目的語みたいな感じなんで、だいたい最初の2文字ぐらい言うと誰が何をするっていうのが伝わるんですよね。なのでとにかく最初の2文字が大事なので、最初の2文字か3文字ぐらいをとにかく覚えれば、あとはもう入れ替えるだけなんですよ。ということで、その型をとにかく覚えるってことをしましたと。でその型を増やす持ちフレーズですね、これを増やすのに効果的だったことっていうのを、紹介したいなと思っています。一つは旅行で使える英会話の質問集、これを丸暗記で、学校通わなかったんですかって聞かれるんですけど、学校はね通いませんでした。ちょっとねお金経済的な問題もあったんですけども、時間的な問題もあったんですけども、ちょっとね学校は通わなくて独学でやったんです。とにかくその日本でその100均で売ってるやつ、あれが良かったですね。100均で売ってる質問集、英会話の質問集ですね。よくその旅行に持っていくと便利ですよみたいな、そのちっちゃいその手のひらサイズのやつがあるじゃないですか。あれがいいですよ。ページ数もすごい少ないやつ、100均で売ってるやつですね。あれがすごくよくって、質問、これを覚えるんですよね。その回答もねついてるんですけど、回答ばっかり覚えても使うことがないので、とにかくですね質問を覚えるんですよ。でこれはもうねしょうがない、そのもう丸暗記するしかないですよね。確かね100個ぐらい、1冊につき100個ぐらいあったと思うんですけど、それをねとにかくもう暗記して、でよく使いそうなやつはもうとにかくねメモって持っとくんですよ。手帳とか、20年前だったからね、そんなテクノロジーとかスマホとかもなかったんで、当時は、その質問集を持ち歩くか、よく使うものはもうメモ書きしてそのメモを持っとくみたいなことをしてました。でその質問集をとにかく覚えたら、とにかく使うですね。それしかないと思います。とにかく使えるとこで使う。興味なくても聞くそうすると、相手が何かしら返ってくるんで、だんだんそれがね聞き取れるようになってくるんですよ。相手が何か答えてきたことに対して今度はまた別の質問をする。でまた相手が何かしら回答してきて、それに対して別の質問をするっていうのを繰り返すと、いわゆるこれ会話じゃないですか。なので質問フレーズを覚えるっていうのがすごくね役立ちました。